俺の名はモブオ。天界アイテム何でも願い叶う星を使って不老長寿の体を手に入れた。これで何億年でも生きてやるぞ。たったね、破滅フラグだ。何億年も生きるだって。例えば1億年後地球がどうなってるか分かってて言ってんの？1億と2000年経っても愛してる。これだからバカは。全ての生き物は緩やかに絶滅に向かってるの。いろんな要因でね。つまり長く地球に生き残ればいつか必ず破滅するってわけ。はあ？なんかよくわかんないけど、それでも俺は生き残る。生き残ってみせる。それが主人公というものさ。立ちました。モブオさん、自分の能力を過信するのは死亡フラグですよ。なんだよフラグちゃんまで。余裕ぶってられるのも今のうちだよ。今回のフラグ回収は楽勝だね。油断しちゃダメです、破滅フラグさん。先輩として私もサポートしますから一緒に頑張りましょうね。はあ、別に僕一人で大丈夫なんだけど。そんなわけにいきません。私が心配なので。暑苦しいな。まあ利害が一致してるし今回だけだからね。ライトノベル発売中。1000年後。ここは現代から1000年経った地球。システムを操作して仮想世界の時間経過を早めたんだ。未来の地球についての予測は諸説あるけど、一例としての様子を見て回れるよ。 SF みたいな街並みですね。文明は発展したけど地球温暖化が一層進んでるんだって。人類が二酸化炭素を放出し続けているからね。だから世界中の海面も上昇してる。セーシェルやモルディブなんかの島はもう沈んだよ。そうなんですか。さて、あのバカを探し出してとっととフラグを回収しなきゃ。やっほー、久しぶり。誰？モブオさん、なんかすっごい大きくなってません？やだな。近頃はみんな身長2メートルくらいだからこんなの普通だよ。普通？これで？食品の質が向上してるからだって。フラグちゃん知らないの？遅れてる。めっちゃ順応してるじゃん。仕事は全部 AI がやってくれるし、人間は遊び放題。長生きはするもんだね。破滅なんてどこ吹く風よ。これじゃまだフラグは回収できそうにないですね。もうちょっと先の時代に行ってみましょう。2万年後。2万年後のあいつはこの町に住んでるらしい。綺麗なところですね。チェルノブイリ原子力発電所があったあたりだね。放射能の汚染地域ですよね。それって死亡フラグでは？2万年経てばもう無害化してるよ。ああ、そっか。あれ、2人とも来てたの？モブオさん。何その荷物。ちょうどよかった。今旅行から帰ってきたとこなんだ。旅行？どこに行ってたんですか？アフリカの北側らへん。というとサハラ砂漠ですね。あ、写真見る？っていうかここ2万年後の地球って言ってるじゃん。なんで現代のスマホなのさ。2万年後の機種考えるのめんどくさかったんだよ。めんたいこと言わない。ほら。どう見てもジャングルですよ。ああ、現代から1万5000年後くらいにはサハラ砂漠に長期間の雨季が訪れるって言われてるみたいだから、その影響じゃない？地球の地軸が現代とずれるせいで気候変動が起こってそんなことはどうでもよくて、何楽しそうにしてんだよ。のんきすぎるだろ。人生楽しんで何が悪い？モブオさん、変わりゆく地球を謳歌しているんですね。いいからさっさと破滅しろ。嫌なこった。破滅フラグさん、落ち着いて。きっと回収のチャンスはまだありますからね。ちくしょう。10万年後。これが10万年後の地球。これまでとは随分様子が変わりましたね。全部凍ってしまって。地球ってのは長い目で見ると寒冷化が進む期間と温暖になる期間が一定周期で交互に来てるんだ。地軸の傾きや公転軌道が変わるせいでしたっけ？そのサイクルから言えば現代でもすでに寒冷化は始まってるよ。そうなんですか？温暖化でちょっと遅れてるっぽいけどね。現代で突入してる氷河期がこの時代にピークを迎えるのかも。破滅フラグさん、あれ太陽が2つ？超新星爆発だ。超新星爆発。星が死ぬ時の輝きですね。あれはベテルギウスかな。オリオン座の？そう、オリオン座はベテルギウスを失ったんだ。空も現代とは違うんですね。モブオさんもこの空を見てるでしょうか？しんみりしてるとこ悪いけど、正直人類が存続してるかも怪しいよね。これだけ気候が変われば生態系も大きく変化してるはずだし、それにこうなるから。隕石が落ちたんですか？見たらわかるでしょ。
地球の周りの星々の引力や軌道の影響で大量の隕石が降ってくるって予想されてる。全ての生命が危機に瀕してるよ。さすがのモブオも。わかりませんよ。地球の歴史においてこのような淘汰は定期的に起こってきたはずです。まあね、恐竜もこうやって絶滅したらしいし。だったら滅亡の次には再生があるはず。だからきっとモブオさんも。わかったよ。たくしょうがないな。付き合えばいいんでしょ。付き合えば。もう少し先の時代であいつを探そう。破滅フラグさん、ありがとうございます。50万年後。本当にリカバーしてる。やっぱり思った通りです。海底火山の噴火で新しい島もできてるみたいだね。フラグちゃん。モブオさんの声、やっぱり生きて。久しぶりの地上、眩しい。だから誰？モブオさんなんですか？どうしたんですかその目。いや、昔と違って地上が住みにくくなったじゃん。それで最近地下に住んでるからさ、どこ行っても暗いんだよね。それで目がでかく？まさかの進化の結果。ともかく人類はまだ存続してるってことですね。もちろん、みんな地下で暮らしてるか、他の惑星に引っ越した人もいるよ。しぶといな人類。モブオさん、また会えてよかったです。うわー、山の怒り。再会を喜ぶ暇もない。破局噴火だ。地下のマグマが一気に地上へ噴出する壊滅的な噴火で。解説はいいから逃げるよ。5000万年後。また全部なくなってしまって。文明を破壊する規模の火山噴火も一定の周期で発生するからね。フラグちゃん、破滅フラグくん、俺はこの長い人生で一つの気づきを得た。それは地上にいると定期的にひどい目に遭う。隕石降ったり火山爆発したり。いや、それひどい目どころじゃないですよ。しかも気づくの遅いし。かといって地下に暮らすのはもう無理だ。俺は子供の頃みたいに太陽の下を駆け回って暮らしたい。こうしてモブオは旅に出た。安住の地を求めて。急すぎる。どこだ俺のユートピアは。地図が現代と全然違ってます。ヨーロッパとアフリカ大陸が衝突したし、オーストラリアは北に移動してインドネシアと衝突したからね。大陸は常に移動していて、数億年ごとにまとまったり分裂したりを繰り返してるんだよ。歩いても終わりがないのはそのせいか。大陸同士がくっついて広くなってるから。くそ。いや、目的もなく歩いてんのがそもそもおかしいの。なんだこの山。ヨーロッパとアフリカ大陸が衝突した時にできた山脈。ぶつかった衝撃で地面が盛り上がって山になるんだ。現代ではペルシャ湾があるあたりですね。俺は諦めない。この山の向こうに俺のユートピアが。もう付き合いきれない。いい加減にしろ。1億年後。これでついに1億年。全ての大陸は合体して一つになった。パンゲア・ウルティマ大陸だ。また隕石が。破滅フラグさんの言う通り、大陸の移動や気候変動、破局噴火、どれも一定周期で繰り返し起こってるんですね。これで分かったでしょ。豊かに栄えた時代があったって、それは仮初めの平和なんだ。地球に1億年生き残れば破滅の道は避けられないってわけ。さーて、これでフラグも回収でき。フラグちゃん、破滅フラグくん。モブオさんの声です。一体どこから？ここ。空に浮かんでる。そんな死亡フラグはまだ回収してないはず。いや、死んでないから。ついに見つけたよ。ここが俺の安住の地、人類のユートピアだ。意味わかんないんだけど。今君たちが見てるのはデジタル化された俺、いわば俺の概念。人類は不自由な肉体を捨ててバーチャル空間で生きることを選んだんだよ。それ生きてるって言います？あのクズ、これじゃフラグが回収できないじゃないか。また失敗です。恐れ入ったか。全力回避フラグちゃん、ライトノベルも発売中です。概要欄からぜひチェックしてみてくださいね。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。